こんにちは、合気道フラボです。2週目シリーズということで、今日は、こちらをやりたいと思いますと。はい、正面打ち入り身投げですね。2週目ということになるんですけれども、木下さん、なんかその同じ技でいろいろバリエーションをつけて稽古するとかいうありますか？そうですね、昔からいろいろやってはきましたんで、あるといえばあるというし、ないといえばない、何にでもなるっちゃ何でもなるっていう感じになってしまってですね、もういかんせんやれと言われたことをやることしかできないのがあってですね、ちょっとバリエーションを増やせれば増やせるだけ頑張りたいなと思ってます。分かったような分からなかったような感じですけれども、ありがとうございます。先生、ちょっとこの2週目シリーズで、1週目は規定技のご紹介がメインで、2週目はちょっとこう結構上げていこうというのが少し主観ではあるんですけれども、入り身投げの方はどこら辺が変わってくるところというか、変えたらいいかなみたいな部分ってありますか？変わりはしないですね。変わりはしないけども、要するに情報量が違ってくるわけですよね。最初初心者の方はまず手順を覚えてくださいねっていうことで、そこからやっぱりいろいろその間合いの取り方だとか呼吸力の養成だとか、どれだけ要素がこう組み込んでいけるようになるかっていう。初心者がピアノ鍵盤叩くのとプロが叩くのじゃ同じ音を叩いても全然違うよってやつですよね。なるほどですね。はい、ではその辺注目してもらいながら見ていただければと思います。それでは本編の方をご覧ください。どうぞ。はい、もうずっと言い続けてますけど、入り身投げっていう、正面打ち入り身投げっていう形を借りて何を勉強しましょうかねっていう。相手が頭叩いてきたからこうやってやっつけましょうっていうのはちょっと私はよくわからないので、なんですけど。どこからっていうのが正解っていうのはないんですけど、例えばいわゆる手刀を合わせましたと。初心者の方なんか時々やるんですけど、で、入り身して。入り身をさせない。はいはい。というわけで、今のだったら、まず入り身しなきゃいけないと思った瞬間からもう、ちゃんと前にいないのよね。わかる？俺今もう木下さんの前にいないやろ。俺もう意識がこっちに行ってるよね。ちゃんと向かい合ってない。しかも、いわゆる武道でいうところの動きますよっていう怒りを見せてる。その怒りが見えた瞬間ダメだよってことを止められてしまう。で正しく向かい合いましょう。で怒りを消して動き出しましょう。だからここの操作としてまたやることはこの後この操作の話もしますけど、どこから始めるっていうのは別に決まりがないんですけども、まずだから受け身の人はいわゆる武道でいう怒りを読むっていう稽古をしたらいい。本当は合気道の理想としてはそういうところを超越したところが合気道の理想なんだとは思ってるけれど、まずはそのちゃんと怒りが読める。俺が動こうとするときにダメだよって、その怒りを読んでダメだよができる。その怒りを消して動くよっていう。例えば、導入問題、出だしの問題としてですね。とはいえもう分かってるからって意地悪してくる人いるよな。こっちに行くの分かってるもんだからこう意地悪する。はい。その時に逆にそれをさせないだけの呼吸力。ここで固定力っていうのか、これをさせない。これは押し返しだから、これはさっきやったやめちゃうとこ。この位置から変わらないという。で、その入り身をしていくというか。一歩踏み出すとか、まず出だしですよね。そして入り身です。どこに行くかって。今ここ丁寧にやったとしても、ここではダメなんよ。そうなんですよ。入り身にならないよね。やっぱもう本当にポジションのここら辺でないと話にならないかなって。はい、ここでもう多分楽になったの。やっぱここら辺がいいかなって。もちろんこれケースバイケースなんですけどね。でここがちゃんと取れてるよって。で、
落とすのは入身投げで、かかってきた時に落とすのはね、入身投げの本質ではないんだけども、ポジションが取れたかどうかの確認で、ちょっと頑張ってろ。落ちないよね。でも、ちゃんとポジションが取れて、この接触が分かってると、これでなんとなく落ちるよね、みたいな。またね、また別の先輩に、昔よく稽古つけてもらったのは、空手でいうところのかき絵っていうのかな。ここでしっかり押さえてこいっていう。俺のお腹触って。違う。はい、ごめん、ちょっとごめん。こっち、肩痛い。こっちをね。違う。今、どかしてきたろ、はい、そうじゃない。ここに来るんだよ。ここに。違う。手をどかしてから来る。違う、手をどかしよう。ちょっと正面思いっきり打ってこい。はい。今浮いてるの分かるか、はい、今浮いてるやろ、一挙は、相手浮かすんだよ。そう。今、嫌だから手で関係ないとこ押し返してるけど、浮かしたんだよ。で、入身投げっていうのは逆に落とす。いわゆる、ちょっと思いっきり言っておいて、はい、ここで切り落とすっていうか、切り落としとか合し打ち、他流派のことのあんまり言っちゃいかんかな。相手の正中線をしっかり切り落とすっていう。そういえば苦手だったな。これ苦手だったな。これを押してんだよ。ちょっとこれを押してんだよ。そうじゃなくて、ちゃんと切り下ろすって。ちょっとリラックスするから、リードするから、ちゃんと、ここに、重心移動で俺の中心を抑えに来る。抑えに来る。俺が抑える。抑える。外れてるって。手じゃないって。ここ。外れてるって。はい。緩めてあげるから、一回やった後緩めるから、もう俺の手どかさんでいいから、そのまま来い。そう。なるほど。ちゃんと緩めてあげるから。はい。ただ、あんまりずれてきてるぞ。来ないぞって。俺も昔先輩にこれはやられた。ずーっと。全然動けなかった。潰されてたよ。だから、鍛錬としてね、相手の中心を手じゃないんだよ。ちょっと頑張れ。手支えていけ。手を切り下ろしたり、きついからって手を張るんじゃないんだよ。中心切り落とすという。中心を取って後ろに入るという。また立たさねえよ。よいしょ。この状態でないと立てねえよ。こうなったらもう、脇腹やれる。こうだ。そう。この状態だぞ。これ昔のやるとすいません。昔思い出してちょっとエキサイトしてくるけれど。そう。っていうのもいいしね。ここの鍛錬的要素を加えて、お互いの切りを、ほら、また手をやっている。中心。そこ。はいって、それを外して入身しました。で、そう。で、昔はこれだけでも投げれなきゃいけない。待って、はい、よいしょ、はい。ごめんね。これだけでも投げれなきゃいけないっつって。両方やらされたけどね。で、さらに、ちょっと頑張れよ。見えるかな。頑張ってよ。いかないよな。昔よく言われたのは、へそで相手を見ろっていう。で、それがもろもろ入って、今のこれになるわけだね。そう。で、昔ね、散々お互いやり合ったよな。人間ドリブルじゃないけど、ここで足腰の鍛錬。相撲でいうところの可愛がりみたいなのをやって、ずっとこう回されて。そして今はやらないけど、昔はここで顎に手入れて、相手肩に引きつけて、で、こうやると、前のめりになる。そうすると逆に俺がやられるから、ここでね、相手の顎が、視線ずらして顎引き上げて、
首を折って、ここから畳に指を突き立ててバーンっていうのが最初に習った。今やると多分パワハラというか、非人道的なんだろうけどね。下まで、やったよな。下まで叩き落とされて、立てって言われて立ち上がってきたら、顎引っ掛けられて、ガーッとのけぞったところで、今度下に叩きつけられて、必死でやり合ってたんですけどね。これに対して切り落としで返していってもいいし、リードができればリードしていってもいいし、しっかり指先を返す。こうはいかない。これを9でこう持っていく。前もやったけど、これも入り身投げですから。